伊賀牛っていうブランドがね、日本中にも世界中にも出てなかったっていうのが伊賀牛のブランドなんですよ。ほんでこの伊賀の場所っていうのはお肉を食べてくれる文化があるもんで、量と食べる量とかバランスを合ってたんですよ。だから外に出ていかなかったっていうのが現状なんですよ。世界中にこの伊賀、ほんでまた忍者とセットになれるこの材料をなんとかっていうのが流れやったんですよ。先代の親父がこの肉屋さんを立ち上げたぐらいの浅いまだ会社なんですよ。36年目なんですけど、美味しさを伝えるためにレストランもあり肉屋さんもありっていうのがスタートなんですよ。食べてもらったら分かるじゃないですか。このお肉やったら美味しいから下でも買えるかっていうこの連動作業で今があるっていう。向こうの格子何それ。こう親牛が弟生産でしっかりやってくれてて、で繁殖って言って子供を産ます事業と肥育をする事業ってこれ昔は別々やったんですよ。なんでこの日本の中でも早かったんちゃうかな。ここ5月10日の子せやな。あ、今日の子がやろ。あの子が5月25の子。こっちお母ちゃん。自分で産ます方が経費としては削減できてんの。ランニングコスト方が安くなってる。売ってるやつ方が高い。だからポテトチップスを買うかじゃがいもを買うかや。じゃあ自分の牛を食べたいんやったら産ますとこから作った方が楽じゃねえかと。自分で作ったものの安心感を求めた方がいいんかな。人間ってね、やっぱものづくりが基本なんですよ。どこかに根本的に残ってるもんで、それがただ単に牛やって弟はそれをこう生産現場でやった時に楽しいし、ちょっと苦労はありますよ。20年かかって農業できるよねっていうことのプロセスがフル全てを見れた方がやりがいがあるんかなって僕は思う。だから夢を持たんとできひんし。人工授精師の勉強を持ってるんですけど、弟ね、自分で種つけてできた子供を見た瞬間に嬉しそうな顔してたんで、このまま続くやろうなっていう。どこの馬の骨か分からん子供をさ、今日から育ててくださいねって言われても、この子誰なんやろなってから入りませんやん。可愛くない？ほら生まれたばっかしの赤ちゃんって今日朝生まれてんで、これこういうお母ちゃんとこういうお父ちゃんがいてこういう子供ができたんで、こういう子供にはこうしようねっていう親心が入ってる方が育てがいがあるかなと。そうそう、部屋から出れるようになってるから。いやすごいよって。じゃあどうやって。であれするとあの子が菌をばらまくっていうのもあんねんけど、あの子の歩いた後他の牛が歩くとまた菌と菌の結合と分裂があそこで始まるんさ。今度は僕は何もしんでもあの子らは勝手に免疫の高い牛さんになってくれてん。あれが素晴らしい。間違うてたらごめんやで。今後先にあかんかったって言うかもしらんけど。ほんで今はほんまは生まれたら2日後にもう親から離す。ほんですぐ種つけるっていうのが経済としては一番効率らしいねんけど、俺それをしたくないからこんだけの親並べてこんだけの子供を軍配、強弱の中で弱の子は強に伴うような生き方をこの子らは見出すと、生きようっていう気持ちがすごく強くなるからたくましくなる。でそれもここほったらかして産まされてんねんだよな。全然死亡率がないからここだから、このやり方はいいんじゃないかって唱えてることが結果に出てるはずやねんけど、どうもそのなんかこういう見えへん枠の中へ入れようってする周りの環境があるから、みんなそれに伴って僕に言いに行くんだけど、僕はもう逆行してるから。だってこいつらが持ってる能力を普通に生かしてんだけやのに、そんなんしたらあかんって言われんねんか。意味が分からへんなと思うな。
自然のものをもう一回自然に戻さんと IT 入れてパソコン入れてたって人間は元気になってへんやないかっていうことがその食生活を見直す根本にならなあかん。本来牛さんが求めてる半数に一番いい草が稲わらやん。うちらは60丁部100丁部っていう田んぼを持っている人らと契約してそこの農場はキープしてくださいねと。伊賀米がなくなると困るし酒米も一緒で結局お米を消化したらんと酒は作れへんしほんでこの酒米を作るにも結局肥料がいるし農薬基準が限りなく少ないようにしようと思うとちゃんと牛さんから出た肥料が田んぼに行くようにして循環できるようにしたらんとお米っていうのは結局成り立たへんし全部これ金で回ってて金がサイクルすることによって循環になんねやんかなっていうことが一個立証されててだからそんだけこういう国産っていうのは大事やし原点に戻ってやることが多分牛屋さんは一番いいと思います。で、日本の畜産の8割9割は外国産の飼料で賄われてるっていうのが現状でそれではちょっとおかしくないですかっていうのが僕の疑問でなんぼでも見てええねんけどさこれ食品やねんかほんでこれが今まで奈良漬けに行ってんのに漬物文化が低迷してこの食品の残差でこの乾燥からも豆腐が売れる割に卯の花っていうのがみんな食べへんようになってきて産業廃棄物でほかされてると。国産のこれも大豆その皮なんでこれも食品ロスとしてほかされてると。限りなくその雑菌が少なかったり変な薬が入ってなかったり残留農薬も少ないっていうのが分かってる上での残差なんで料理酒のカスっていうのがこうやって出てきててでこの酒かすをやると指向性がめちゃくちゃ良くて牛さんがガツガツ食べたっていうのがもともとの始まりでなおかつ添加物が全然なくてとかになるとすごく牛さんにいいのかな。これほらもうみんな知ってるさからこんなやってくんねんでこれが酒かすやねん見てたら分かるけどさっき酒かすから探してくんねんほらこの酒かすのところはもともとがお米で麹菌が含まれていることによって発酵食品化してます。消化吸収力が上がるのと胃の中の微生物が向上するっていうことに基づいてこの酒かすを牛に入れてます。匂いが分からへんのさな映像ってそこが困るんでほんまはここまで溜まってこの20度超えるとメタンガスってめっちゃ発生すんねんけどこれが善玉菌の胃の中の微生物がどんだけ高いかっていうのがこの匂いから伺えてんねん。虫多いなこれ雨上がりやからやねん。薬振らへんとこうやって虫がようけ出てくるんさな。でここへ薬振ると言うてるやねん善玉菌が死んでしまうんや。キャベツと白菜農家と今お米農家と麦農家さんが僕のとこと提携してるんでほんでその生産物が取れて畑からなくなった時にはここのうんこがどっとそこに還元されていくっていう循環をしてるんでうんこが一時的に滞留するんですよ。今の時期はみんな今生産してる最中なんで。国産のものを国産の牛に還元して初めてその地域の地場産っていう形のブランドを立ち上げた方が、みんな喜ぶし入ってるものが見えるし。それは変わります。北海道に行けば置き場行けばやっぱり油の質は全然同じメスでも質は違う。それはもう餌とのフードとのバランスが良かったんかなっていうのがこの地区の一番いいとこかなと。お肉の味をこれから求められるからなおかつその加熱処理されてたり国産の麦穂が糖度が高かったり牛さんも味覚があるんで食べた時に「あ美味しいね」って言わす方が牛さんは喜ぶんじゃないかなっていう勝手な考えでやってるだけです。霜降りの脂身があって美味しくなるのは基本なんですけど
その赤身に塩をつけて食べて、肉自身に力がなかったらカスカス。これはもう食べてみないとわからんかな。お刺身あるんですけど、それ許可いるんですけど、この伊賀で刺身っていうのは文化として残すべきやと思ったんで、頑張ってそのお刺身も残したというし、どう切ったら焼肉に変わるんやっていうところでずっとこう勉強していろいろやってきたんで、人が切らない肉まで自分焼肉切りますからね。これが上物ですね。もともと職人ですよ最近はやってないですけどね。はい、これすね肉なんです。でも日本の和牛っていうのはこの限られた枠の中に牛を飼ってるもんで、筋肉がそれなりに柔らかい。世界中の牛から考えたら硬いんですけど、日本の牛はこれが焼肉に切れるんです。この場所は使えないんですけど、このギリギリの場所までが使えるんですよ。日本ならでは。こっからはね、切り落としにさせてもらったり、カレーシチューにするの。これも全部が使えるわけじゃないですね。ここも硬いんですね。この微妙なこれを理解ができるかできひんかっていうのが一番難しいんですけど、ね、いわゆるこれがカレーですね。でこの場所は使えるんですよ。これ焼肉ですよ。普通やったらカレーシチューになるんですよ。これは誰も切らないですよ。こんなアホいないですよ。このお肉を食べると美味しいんですよ。甘いんです。いらんこにするんじゃなくて、どうしたら使えるかっていうところに持ってたんです。これが肉の楽しみです。一個ずつが逆にね、目についてかなんですよ。若い頃がもうロス多い肉の切り方してたら、お前なこれ分かるか、一回生産現場行ってこいっていうぐらいやっぱり思うことがいっぱいあったりとかね、やっぱりちょっとお客さん食べてる時に焦がしてカリカリになってるところを見ると、お客さんもうちょっと早うあげてください早く食べてくださいって言うてしまいそうな。いただきます愛護精神って言って、ちゃんとした命をもらって最後まで食べてなくすっていうのが大事なんです。ジューシーさ、血の中に入ってるアミノ酸の材料を口の下の上で味わえる人だけが僕の肉を美味しいって言うんかなと思うお客さんを探してるんです。なんでこんな面倒くさいことしてんのって言うから、だから自分が食べたいから、自分の食べれるやつやし、自分の子供も食べてうまいなと思うし、お客さんが食べてもらって対価を払った時に、美味しいなこの肉って言わす方が今のお肉としてはいいんかな。病院行かなあかんような体を作るんじゃなくて、病院行かんでもええ人間を構築する方が先は長く見据えられへんかなと思うんです。ええか悪いかじゃなくて、それを判断材料の一つとしては持っていただく方が僕はいいんかなと思ってやらせてもらってる。かわいいな、こういうのかわいいね。分かってもらえるお客さんに食べてもらいたいし、分かってもらえるお客さんを自分らも見つけていかなあかんしね、そこにたどり着くのかな。やっぱ最後はどう満足してもらって、ここで喜んでもらって、今日のひとときのこの1時間を楽しんでもらったら一番いいのかな。